こんにちは。私がレミリアよ。今日も方程式を解いてみせるわよ。問題はこれ。次の等式を満たす実数 x をすべて答えよ。x プラス e の x 乗イコール0。見た目は実に単純な方程式ね。まずは x と e の x 乗を各辺に分けてグラフを見てみましょう。このままでは難しいかも。どっちに分けるかで変わるけど、この方程式の解は y イコール x と y イコールマイナス e の x 乗の組か y イコールマイナス x と y イコール e の x 乗の組の交点だと解釈できるね。ちょっと小さくて申し訳ないけど、こんな感じで x が回区間マイナス1から0に含まれる部分に交点があるっぽいね。微分係数を見てみるとわかるんだけど、y イコールプラスマイナス x も y イコールプラスマイナス e の x 乗も単調に変化するの。また、2つの曲線は青と赤で上限が異なるから、一つ交わればその先に交点を持つことはないの。つまり、左の図に対してのみ言及すると赤い曲線は左下から右上に向かって伸び、青い曲線は左上から右下に向かって伸びるから2回以上は交わることがないってことよ。問題に進む前に新たな道具を教えるわ。本当は奇出だけれど。ランベルトの W 関数よ。プロダクトログとも言うわ。複素数 Z の関数 FZ イコール ZE の Z 乗に対しての逆関数のことよ。今日の問題にはこれが必要なの。引数が実数の場合には、その地域によって関数を分割する。具体的には、値がマイナス1以上の部分を W0 とし、他の部分を W マイナス1とするのよ。図の赤い部分が種子 W0 で、青い部分が W マイナス1ね。X が負の部分では2価になってしまうから、分けることで1価になって都合が良かったのかもね。さて、問題に取り掛かるわよ。元の方程式を用意して、両辺にマイナス e の x 乗を足したわ。ここで、正の数 t を用いて x をマイナス t に置き換えるの。そうしたら両辺の自然対数を取りましょう。t への置き換えはこの時の式を見やすくするため。次に両辺をマイナス t で割る。どっちにしろ等式は成立しないからいいんだけど、t イコール0でないことは確認しておいてね。今回は正に設定したからもちろん問題ない。t は e の ln t 乗と表せるから、この表現を使うとようやく w 関数を使える状態になった。両辺に w 関数を適用する。右辺は正なので値が1価で返されるわね。最後に両辺をマイナス1倍して指数関数を適用すれば t の値が求まるわね。t は x のマイナス1倍だったわね。x の値はマイナス 0.5671-4329-0409-7838くらいなの。これは初等関数では表せない値らしいわ。これが一つ目の解法。次の解法に移りましょう。はじめに与えられた方程式の両辺に指数関数を適用しましょう。わかると思うけど、ここで両辺に w 関数を適用すると左辺が x 一つで表現できる関数になるの。あとは両辺の自然対数を取れば x の値がわかるわね。二つのルートを見せてみたけど、やっぱり二つ目の方がスムーズだったね。あ、ルートじゃなくてルートよ。そうだ忘れてた。これが結論よ。じゃあ今日の動画はここまでね。チャンネル登録と動画の高評価はしてちょうだい。X のフォローは気が向いたらでいいわ。今日の板書よ。